こんにちは、レバレントサトシです。メドベッドを体と心の関係から紐解いていくというテーマでお送りしたいと思います。今回は最近話題のメドベッドについて、ストレスと病気の関係、そしてメドベッドっていうのは人間にとって本当にいいものなのかっていうことを考えてみたいと思います。メドベッドっていうのは最近よく聞きますけれども、それって一体何なんだろうと思って、実際に見たこともないし受けたこともないのですけれども、多くの方々が素晴らしいと言っているのを聞きます。しかしながら僕は慎重派で天の弱なので、ちょっとそれって怪しいんじゃないのっていうふうに思ってしまうんですね。きっといいところもあるんでしょうけれども、それってヒーリング機器なんですね。僕はヒーリング業界の人ということで、いろんなヒーリング機器をこれまで見てきて、そのメドベッドっていうのを少し違う切り口から考えてみることもできるんじゃないかなっていうふうに思って、この動画を作ってみました。最近いろいろな駐車場などで電気自動車の充電器って見かけませんかね。僕がよく行くコンビニの駐車場の一角も電気自動車の充電器で占められるようになりまして、なんじゃこりゃっていうふうに驚いたんです。それがテスラっていう電気自動車の充電器なんです。テスラってそんなに台数見かけないんですけれども、トヨタを抜いて世界一の自動車メーカーになったっていうふうに言われています。近所のコンビニにも充電器があるっていうことは、それだけ需要があるのかなっていうふうには思うんですけれども、少し変だなって思うのは僕だけなんでしょうかね。テスラっていうのはロケットも作っていて、火星まで行くっていうふうに言ってるわけです。そしてそれに加えてメドベッドっていうのを作っているらしいんです。自動車協会が最先端、未来の医療機器を作るっていうのも、それも変な話だと思うんですけれども、その話はとりあえず置いといて話を進めていきましょう。このメドベッドっていうのは医療機器なんですけれども、友人もこのメドベッドを利用したっていうふうに言っていて、もうすでにこの夢の医療機器っていうのはすぐそこまで来ているっていうふうに感じますね。このメドベッドなんですけれども、どこからともなく現れて、宇宙人からもたらされたっていうふうに言われてるんですね。どんな病気も治す医療機器、そしてこのメドベッドが普及すると医者がいらなくなるっていうふうにも言われているんですね。そんなバカな冗談でしょうっていうふうに初めは思ったんですけれども、それがね、そうとも言い切れないみたいなんですね。余命宣告されたような病気でも、それこそ仮死状態や死んでしまったような人でも生き返すことができるなどと噂されているんですけども、それはさすがに嘘でしょうっていうふうに思うんですけれども、火のないところに煙は立たないっていうのも本当で、少なくともきっとこれまでにないような画期的な効果があるっていうふうにも思うんですね。噂ですけれども、トランプ大統領もこのメドベッドっていうのを利用したっていう話もあります。そして一番最初に利用したのはマイケル・ジャクソンじゃないかっていうふうに言われています。彼の顔が次々と変わっていくっていうのを皆さん覚えていますでしょうかね。整形手術をたくさんしたというふうにも言われているんですけれども、晩年はあまりにも顔の形、骨格が違っているっていうことにすごく違和感を感じたんですね。でもメドベッドを利用したからっていうふうに言われればなんとなく納得します。彼は2009年に亡くなったんですけれども、明確な死因っていうのはないんですね。麻薬中毒だったとか、薬に体を乗っ取られていたなどとも言われていますけれども、実際のところ本当はよく分かってないんです。晩年は子供のように自宅を遊園地のように改造したり、子供を養子にした子供の体から幼児虐待の跡も残っていて、見つかっていて、その子供に殺されたんじゃないかっていうふうな噂もあるんですね。
そんな話を聞くだけでも彼は情緒不安定で精神が成長していなかった子供のようだったっていうふうにも推測されるわけです。彼は事故で瀕死のやけどを負っていて、鼻の形も崩れているっていうふうに言われています。そんな体の状態を治すのにメドベッドを使っていたとも考えられるわけです。噂では彼はメドベッドを使いすぎて体の修復が追いつかなくなってしまった、そしてついには治らなくなってしまったっていうふうにも言われています。もし彼がメドベッドを使って体を治していたとするならば、全ての説明がつきます。黒人である彼の顔がどんどん白くなっていって、体が女性のような体つきになって顔が少しずつ崩れていくっていうのが僕みたいな素人目でも分かりました。メドベッドっていうのは一生の間に使える回数っていうのは3回ぐらいが限度だっていうふうに以前メドベッドのオペレーターっていう方が話をしていたビデオを見ました。そして亡くなって死んでしまうっていう時でもその人の意識を次の若い体に入れることができるっていうふうにも言っていました。そのような状況でも2回が限度だっていうふうに言ってたので、永遠に生きるっていうことができるわけでもないみたいですね。そういったことっていうのはちょっとまだ信じられないんですけれども、噂ではそのような常識外れなこともできるっていうふうに言われています。もしマイケル・ジャクソンがメドベッドを使っていたら、彼の体はそれ以上何度も修復されたんじゃないかっていうふうに考えられるわけです。しかしながら彼の体は変化していったとしても、彼の精神状態、心っていうのは変化してなかったんじゃないかっていうふうに思うんですね。ということはメドベッドっていうのは体を修復することはできても、病気を治すことができても、原因となる心っていうのを治すことはできないんじゃないか、あるいはできたとしても部分的なんじゃないかなっていうふうに考えるんですね。ではですね、病気っていうのは一体何なのかっていうことについて考えてみます。僕個人の見解なんですけれども、病気の約 80% 以上っていうのは精神的なものが原因であって、心のストレスから来るんじゃないかっていうふうに思っています。僕は以前甲状腺ホルモンのバランスっていうのが悪くなって手が震えてしまってたことがあったんですね。その時に病院に行ったんですけれども、お医者さんはこの病気の原因はストレスです、お薬出しておきますねと言ったんです。その時にストレスなんですねとなんとなく納得したんですけれども、よく考えればそのストレスがなくなれば病気っていうのはなくなっていくっていうことなんですよ。でも薬を飲んでもストレスっていうのはなくならない。それは私にでも分かりました。つまりお医者さんでも心の中にある原因っていうのを治すことはできないっていうことなんです。ここで言いたいのは、心のストレスっていうのは体に影響を及ぼしてついには病気にさせるっていうことであって、逆に言えば心を治せば病気が治るっていうことなんです。体を治したとしても原因である心は置き去りになってしまうっていうことも考えられるんですね。以前僕がヒーリングをさせていただいた子供の話をシェアさせていただきます。その子は当時13歳で、生まれてからその時まで言葉での意思疎通っていうのがうまくできなかったんです。自閉症と言われる状態だったんですかね。それがその子と一緒に瞑想してだんだんと意識が明確になっていったんです。そして少しずつ言葉を喋れるようになって文字を覚えていって、話が少しずつできるようになっていったんですね。それでも時に感情的になって暴れたり、その後の数年間はお母さんにとって本当に大変な子育ての時期だったっていうふうにおっしゃられていました。それでも真剣に向き合うっていう充実感は何事にも変えられなかったっていうふうにおっしゃっていました。それまで真剣に向き合うといったことができなかったんですけれども、それから何事にも真摯に接しなければいけないっていうふうに覚悟がついたそうです。それから3年経って、その子は生まれて初めてお父さんの絵を描いたんです。
よっぽどお母さん嬉しかったんでしょうね。お母さん僕に写真を送ってくださいました。それまでのお母さんが子供を持って真剣に接してきた大変な思いっていうのが浮かび上がってきて、そして子供が親を愛する気持ちっていうのが感じられて、感動して心が動かされました。この子が宇宙の中で数ある家族の中からこの家族に降りてきて、みんなに感動を与えてくれたっていうことに、目には見えない運命の意味っていうのを考えさせられ、涙が流れましたね。そしてこの子どものケースから子どもの体に大きな変化があったとしても、心を成長させて社会に適応させるまでには時間がかかるっていうことが分かったんです。もしメドベッドが宇宙人から送られてきたとするならば、このベッドを考えて作った人は心がどのように動くのかっていうことを理解していなかったのかもしれません。あるいはもしかしたらこのベッドの治療っていうことを通して心を理解しようとする目的があるのかもしれません。このメドベッドには体を修復したり治療したりすることができるとも思うんですね。しかしその反面、心がなおざりにして置き去りにされてしまうという危険性もあるんだと思います。あるいは意図的に体と心を分離させようとする意図があるならば、そういった特性を利用して人間を破滅に向かわせるっていうことも可能なのではっていうふうに思うんですね。しかしながら心の動きっていうのを十分に理解する人が利用したり扱うならば、きっと体と心の両面から治療するっていうことが可能だっていうふうに考えるんですね。もしそのように体と心の両方を治療、時間をかけて成長させることができるならば、きっとこのベッドは人間にとって有益に使えるっていうふうに思うんです。このベッドを作った人もそのような情報は持っていると思うんです。このベッドさえあれば全ての病気が完治するというようないいところだけではなくて、受けるにあたっての必要事項や注意事項など知っている情報をできるだけ開示する、そして信用されるような状況を作っていくっていうのが大切なんじゃないかっていうふうに思うわけです。そうなっていけば、この地球に住んでいるすべての人たちが病気で苦しむことなく、愛を持ってお互いを思いやって幸せになっていくっていうふうに思うんです。今回は最近話題のメドベッドについて、ストレスと病気の関係、そしてメドベッドは人間にとって本当にいいものなのかっていうことを考えてみました。実際に使ったわけではないので、全ては推測の域に過ぎませんけれども、多くの方が素晴らしいと言っているので、ちょっと違うんじゃないかなっていうふうに、少し違う切り口から考えて警笛を鳴らす意味でこの動画を作ってみました。きっと素晴らしい道具なんでしょうけれども、使う人の心次第といったところなんでしょうか。これからは心の時代っていうふうに言われています。これまで置き去りにされていた心の状態が大切になっていって、価値が高くなっていくっていうふうに思っているんです。そういった心の視点からメドベッドを見ていくと、体の病気だけではなくて、目に見えるものだけで判断するのではなくて、目に見えないことが重要になっていくっていうふうに思います。さて、それでは今日はこの辺で終わりにさせていただこうと思います。ご視聴していただきありがとうございます。あなたの今日という日が素晴らしい日でありますように。さようなら。